り解説。ツインピークス伝説の始まりシーズン1を深掘り解説。ローラ・パーマー殺人事件の衝撃。ねえマリサ、ツインピークスって聞いたことある？昔のドラマだけど、よく名前を聞くんだよね。もちろん知ってるぜ。1990年に放送されたアメリカのテレビドラマで、今でもカルト的な人気を誇ってるんだ。へえ、そんなにすごいの？どうしてそんなに話題になってるの？一言で言うと、誰がローラ・パーマーを殺したのかっていう謎が全編を通して描かれていて、そのミステリーと不気味な雰囲気、そして独特のキャラたちが魅力なんだよ。ふむふむ、ただのミステリーじゃないのね。そう。普通の刑事ドラマとは全く違って、シュールで夢みたいな演出とか、意味深なセリフが満載で、見る人を選ぶけどハマると抜け出せないんだ。今回はその、ツインピークスシーズン1について、詳しく教えてよ。任せとけ。まずは、すべての始まり、ローラ・パーマー殺人事件からだ。ローラ・パーマー殺人事件の衝撃。彼女は死んでいる、生きていない、事件発覚の描写と衝撃。それで、ローラ・パーマーの事件はどうやって明るみに出たの？突然発見されたのよね？ああ、そうだ。まさに晴天の霹靂だったんだ。平和でのどかな田舎町に見えたツインピークスの日常が、一瞬にして打ち砕かれた瞬間だった。ローラ・パーマーという、町の誰もが知っていて、人気者だった女子高生が、変わり果てた姿で発見されたんだからな。平和な街だからこそ、余計に衝撃的だったでしょうね。想像もしていなかった出来事だわ。その通りだ。発見したのは、釣りに出かけたピート・マーテルだ。彼が川岸で、全身をビニールでぐるぐる巻きにされたローラの遺体を見つけるんだ。彼女は死んでいる、生きていない。この言葉とともに、異様な形で発見される。ビニールに包まれていたなんて、信じられない。あまりにもひどいわ。ピートさんもショックだったでしょうね。ピートの動揺も大きかったが、駆けつけた保安官たちの反応も同様だ。特にアンディ保安官助手が現場を見て泣き崩れたのは象徴的だった。署のルーシーも動転していた。そして、街中に知らされると、誰もが衝撃を受け、信じがたいといった反応を見せた。街の人々にとって、ローラの突然すぎる死はまさに悪夢だったんだ。優秀で人気者だったローラがなぜ、皆理解に苦しんだ。この発見シーン、特にビニールに包まれた姿の映像的なインパクトは強烈で、この事件の異常性を決定づけたんだ。この光景が、外見は平和なツインピークスに隠された深い闇をはっきりと示したんだよ。街の中心にいたような子が、あんな無残な姿で見つかるなんて、本当に衝撃的すぎるわ。この事件が、あの奇妙な世界の入り口だったのね。そうだ。この発見こそが、ツインピークスという街に隠された深い闇と、後に続く理解不能な出来事の始まりを告げる鐘となったんだ。あの朝、ツインピークスの普通は終わったんだよ。クーパー捜査官の登場と捜査の開始。得意な捜査手法。ローラ・パーマーの悲劇を受けて、捜査はどう進んだの？地元の警察だけでは手に負えないような雰囲気だわ。その通りだ。この事件は普通の殺人事件とは違うと判断され、FBI から特別捜査官が派遣されることになった。それが、我らがデイル・クーパー捜査官だ。クーパー捜査官、どんな人なの？有能なベテラン刑事って感じ？有能ではあるんだが、彼の手法はかなり独特。というか、はっきり言って変なんだ。従来の科学捜査や聞き込みだけじゃなく、自身の直感や、さらには夢のお告げといった、非科学的とも思えるアプローチを真剣に使うんだよ。夢のお告げ？捜査でそんなことする人？初めて聞いたわ。普通の刑事ドラマとは全然違うのね。だろ？彼が登場すると、ツインピークスの物語は一層奇妙な方向へと進んでいくんだ。彼は常に携帯用の録音機に話しかけている。ダイアンという、我々視聴者には最後まで正体が明かされない謎の誰かに向けたメッセージを、日々の捜査の記録として吹き込み続けるんだ。これがまた不気味な雰囲気を醸し出してる。それから、彼は異常なほどコーヒーとチェリーパイを愛していて、
最高のコーヒーや素晴らしいパイが事件解決の重要な手がかりになる。なんて真顔で言い出す始末さ。街についてまずここのコーヒーはうまいかと聞くくらいだからな。コーヒーやパイが手がかりに？まるでグルメレポートじゃない。本当に捜査に関係あるの？一見無関係に見えるだろ？だが、ツインピークスでは、そういった日常の些細なことや、個人の偏愛といったものが、思わぬ形で真実と繋がっていくことがあるんだ。そして、彼の最も得意で、かつ重要な捜査法が夢の分析だ。シーズン1の象徴的なシーンでもある、赤いカーテンの部屋で腕をくねらせて踊る赤い部屋の小人と、ローラにそっくりな人物が登場する、あの悪夢のような光景。クーパーはその夢の中でいた、断片的で謎めいた言葉やイメージを、現実の捜査における重要なヒントとして真剣に解釈しようとするんだ。他にも、容疑者のリストを読み上げながら、ランダムに石を投げ、最初に当たった人物に注目するといった、まるで占いやオカルトのような手法を平然と使う。石投げで容疑者を絞るなんて、完全に非科学的じゃない。でも、ツインピークスならあり得るのかも。って思わせるから不思議ね。そうなんだ。彼のこうした常識外れの行動や発言の数々。例えば、木々について熱心に語ったり、ドーナツの種類に異常に詳しかったりする点もそうだわ。ツインピークスという街の異常性と見事にシンクロするんだ。論理や科学だけでは決して解き明かせない。この街の根深い闇や超常的な謎に、クーパーの直感や夢といったアプローチが思わぬ光を当てることになる。彼の冷静沈着でありながら、どこか浮世離れした、そして愛すべきキャラクターは、視聴者をツインピークスの奇妙な世界に引き込む強力なフックとなっているんだ。なるほど。クーパー捜査官自身が、ツインピークスという街の異質さを体現しているような存在なのね。彼の型破りな捜査方法があるからこそ、この物語は単なるミステリーで終わらない魅力を持っているんだわ。まさにその通りだ。クーパー捜査官の登場と、彼のユニークで得意な捜査手法は、ツインピークスという物語が、我々の現実とは一線を画した、神秘的で不可解な世界であることを強く印象づけ、視聴者をその深淵へと誘い込む鍵となるんだ。ツイン、ピークスの奇妙な住民たち、容疑者候補と怪しい人間関係。マリサ、ローラの事件って、街の人たちの関係が複雑すぎて、誰が怪しいのかわからなくなってきたよ。それがツインピークスの魅力でもあるんだぜ。街の住人たちは一見普通に見えるけど、みんな何かしらの秘密を抱えてるんだ。例えば、ローラのボーイフレンドだったボビー・ブリッグス。彼は表向きは優等生だけど、裏では麻薬の取引に関わってたんだよね。そうだ。しかも、ローラの親友ドナの彼氏だったジェームズ・ハーレイとも関係があった。ローラはジェームズと秘密の関係を持っていて、それがボビーとの関係をさらに複雑にしてたんだ。ローラの家庭も問題があったよね。父親のリーランド・パーマーは、娘の死後に精神的に不安定になっていったし、リーランドは弁護士で、町の有力者ベンジャミン・ホーンの顧問を務めていた。ベンジャミン自身も、ローラと不適切な関係を持っていたことが後に明らかになるんだ。ベンジャミンの娘、オードリー・ホーンも独特なキャラクターだったよね。彼女はクーパー捜査官に興味を持って、独自に調査を始めたりしてた。その通り、オードリーは父親の秘密を探るために、彼が経営するカジノワンアイドジャックスに潜入したりしてたんだ。他にも、ローラのセラキストだったジャコビー医師も怪しかったよね。彼はローラに執着していて、彼女の死後も彼女の音声テープを聞いていたし、ジャコビーはローラの二重生活を知っていた数少ない人物の一人だった。彼の情報は捜査にとって重要だったんだ。そして、ローラのいとこであるマデリーン・ファーガソンが町に来てから、さらに事件は混迷を極めていったよね。マデリーンはローラにそっくりで、彼女の登場が町の人々の感情をかき乱した。特にジェームズとドナとの関係に影響を与えたんだ。結局、町の誰もが何かしらの秘密を持っていて、それが事件の真相を見えにくくしていたんだね。その通りだ。ツインピークスの住人たちの複雑な人間関係と隠された秘密が、
事件の解決を難しくしていたんだよ。謎が深まる街、ツインピークス。森の神秘と不穏な空気、赤い部屋やブラックロッジへの示唆。ローラ・パーマー事件、そして個性的な街の住民たち。聞けば聞くほど、ツインピークスという街自体がなんだかおかしい気がしてきたわ。その通りだ。ツインピークスの謎は、人間関係や事件のトリックだけじゃない。この街を取り巻く、あの鬱蒼とした深い森こそが、物語に一層の神秘と不穏な空気をもたらしている確信なんだ。森自体が、まるで生きているかのような存在感を放っている。確かに、画面に映る森の木々が、何かを語りかけてくるような、不思議な雰囲気があるわね。単なる背景じゃない感じ。そうだ。ツインピークスで起こる出来事は、普通の田舎町で想像される範疇を超えている。それは、人間の悪意や欲望だけでは説明がつかない。この土地に根ざした、もっと根源的な何かが存在するからだ。森の奥深くには、目に見えない超常的な力が働いていることが強く示唆されるんだ。超常的な力。それが、この街で起こる奇妙な事件の原因だったりするの？まさにそこが、ツインピークスの最大の魅力であり、謎を深めるポイントだ。そして、この超常的な世界の存在を最も強く示唆するのが、クーパー捜査官や、時に他の登場人物が見る夢だ。特にクーパーが繰り返し見る、あの赤いカーテンで覆われた異様な空間の夢。そこで彼は腕をくねらせて踊る小人や、逆再生のような話し方をする人物に出会う。この、後に赤い部屋と呼ばれることになる場所や、それにつながるブラックロッジという、異次元とも思える場所の概念が、シーズン1の時点から、夢や象徴として断片的に提示されるんだ。赤い部屋にブラックロッジ。聞いているだけでゾクゾクするわ。それが現実の事件とどう関わってくるの？シーズン1の段階では、それが明確に説明されるわけではない。だが、クーパーはその夢を非常に重視し、捜査のヒントにしようとする。そして、森の奥深くに隠された場所。例えばフクロウの洞窟に描かれた古来からの奇妙なシンボルや、不気味な雰囲気を持つ特定の場所が映し出されるたびに、この土地の神秘や、そうした異世界とのつながりが暗示されるんだ。ログレディが抱える丸太を通して語る、時に哲学的で、時に意味不明だが、どこか事件の核心に触れるような言葉も、この森と超常世界の関係を示唆している。なるほど。単なる殺人事件の真相だけでなく、この街に隠された、もっと大きな、理解不能な謎があるんだわ。森はその謎への入り口なのかもしれないのね。その通りだ。ツインピークスという街は、森と一体となって、独自の生命力を持っているかのように描かれる。森の神秘と、そこに潜む不穏な空気、そして夢や象徴を通して垣間見える超常的な世界こそが、ツインピークスを他のミステリー作品とは一線を画す、唯一無二の存在にしているんだ。シーズン1でその片鱗を見せることで、視聴者をこの深淵なる謎の世界へと引きずり込むんだよ。ドリームロジックと象徴、夢や幻覚が示すもの。レイム、ツインピークスの謎を解く上で、前回話した森の神秘と同じくらい重要なのが、夢や幻覚が示すものなんだ。このドラマでは、夢や幻覚は単なる登場人物の心理描写に止まらず、物語の核心に迫る重要な手がかりや象徴で満ち溢れている。ドリームロジックとも言うべき、現実の論理とは異なる法則で展開されるけど、そこには深い意味が隠されているんだぜ。ドリームロジック？クーパー捜査官の夢とかサラ・パーマーの幻覚。ただの悪夢かと思ってたわ。そんなに重要？ああ、ツインピークスは現実と夢の境界を曖昧にしてる。事件の真相や街に潜む超自然的な存在の手がかりが、そういった非合理的な精神状態を通して示されることが多い。合理的な思考じゃ届かない領域への鍵なんだ。具体的には？クーパー捜査官の赤い部屋の夢とか？まさにそれだ。赤い部屋の夢はドリームロジックの宝庫。小人やローラが囁く言葉。巨人の登場。これらは犯人やブラックロッジ。邪悪な力を示すヒント満載なんだ。フクロウは見た目通りのものではないって警告も夢からだ。
サラ・パーマーのボブの幻覚や白い馬も怖かったわね。あれも重要だ。サラの幻覚はボブの権限や不吉な前兆を示す。単なる錯乱じゃなく、超自然的な力の干渉だ。マルタおばさんのマルタの言葉も論理を超えた情報源だし、コーヒーやフクロウ、赤い色といったアイテムも繰り返し登場して象徴的な意味を帯びてくる。じゃあ、ツインピークスを本当に理解するには、夢や幻覚、象徴に隠されたメッセージを読み解く必要があるのね。その通り、夢や幻覚は物語の重要なパズルピース。ドリームロジックに身を委ねて象徴の真実を探るのが、このドラマの醍醐味なのさ。日常の裏に潜む闇、街の住人の隠された顔。前の込み出しで、ツインピークスの住民たちが皆怪しいって話だったけど、もっと詳しく聞きたいわ。本当にみんな何か秘密を隠してるの？あの平和そうな街なのに、信じられないんだけど。ああ、そこがツインピークスという物語の最も根幹にあるテーマの一つだ。あの街の住人たちは、一見するとごく普通の、どこにでもいそうな人たちに見える。フレンドリーで、コミュニティを大切にしているように映る。だが、その平和な日常の、一人一人の顔の裏に、実は深い闇や、誰にも知られてはならない秘密を抱えているんだ。これが、ツインピークスという街全体の不穏で謎めいた雰囲気を醸し出している最大の要因と言える。日常の裏に潜む闇。具体的には、どんな種類の闇なの？犯罪につながるようなこと？それとも個人的な悩みとか？その両方だ。そして、往々にしてそれは境界線が曖昧になる。住民たちは、それぞれの欲望、過去のトラウマ、後悔、不倫、違法行為、精神的な不安定さ、あるいは単なる奇妙な癖や偏愛といったものを、外の世界から隠そうと必死になっている。彼らの表向きの顔と、裏に隠された真実との間のギャップが、ドラマに強烈な人間的な奥行きと、同時にサスペンスフルな緊張感をもたらしているんだ。例えば、どんな人が、どんな秘密を隠しているの？枚挙にいとまがないほどだ。最も衝撃的なのは、被害者であるローラ・パーマー自身だ。完璧な優等生で、みんなのアイドルだった彼女が、実はドラッグに手を出したり、複数の男性と関係を持ったり、援助交際のようなことまでしていたという、想像もつかないほど複雑で暗い裏の顔を持っていたことが、捜査によって明らかになっていく。街の顔であるベンジャミン・ホーンも、尊敬される実業家として振る舞う一方で、裏では売春組織に関与したり、娘のオードリーの親友であるローラと不適切な関係を持っていたことが強く示唆される。ローラにもそんな一面があったなんて、本当に誰を信じていいのかわからなくなるわね。ベン・ホーンもやっぱり怪しかった。花屋のハロルド・スミスも印象的だ。人付き合いが苦手な内気な青年だが、ローラがつけていた秘密の日記を預かっており、それを守ろうとするあまり、非常に攻撃的で支配的な一面を見せるようになる。製材所の女子パッカードも、可憐な未亡人に見えるが、ふるさと香港での犯罪組織とのつながりや、遺産をめぐる複雑な秘密を抱えている。ローラの父親であるリーランド・パーマーの異常な悲しみや、時折見せる奇妙な言動の裏にも、後に明らかになる恐ろしい真実が隠されている。聞いているだけでゾッとするわ。みんな、普通じゃない何かを抱えているのね。ああ、他にも、独自のルールや奇妙な儀式を持つ秘密結社のようなものがあったり、街の歴史や土地自体に根ざした、さらに根源的な闇の存在が暗示されたりする。ツインピークスでは、登場人物一人一人の内面的な闇が、街全体に広がるより大きな闇と繋がっているかのように描かれるんだ。なるほど。単に犯人を特定するだけでなく、この街の住人たちが抱える人間的な闇そのものを描くことで、物語に深みと複雑さが増しているのね。その通りだ。ツインピークスにおける日常の裏に潜む闇の描写は、視聴者に本当に善人なんて存在するのか？人間は皆、何か恐ろしい秘密を抱えているのではないか？という根源的な問いを投げかける。そして、この住人たちの隠された顔や複雑な関係性が、ローラ殺しの真犯人を特定することを困難にし、
同時にこの街の謎そのものを一層深いものにしていくんだ。この、表向きの平和さと裏に潜む闇のコントラストこそが、ツインピークスという作品の魅力の核なんだ。シーズン1のクライマックスと衝撃の展開。捜査の混迷と新たな犠牲者、事態の悪化。クーパー捜査官の独特な捜査方法と、街の住人たちの隠された顔。ツインピークスの謎はどんどん深まるばかりね。シーズン1の終わりに向けて、物語はどうなっていくの？いよいよ犯人が明らかになるのかしら？シーズン1の終盤、物語は一気にクライマックスに向けて加速していくんだ。クーパーは夢や直感、そして地道な捜査によって、徐々に真実の断片をつかみ始める。街の住人たちの秘密もさらに深く暴かれ、人間関係は一層複雑に絡み合う。いよいよ真相に近づいてきた、という期待感が高まるんだが、ここからがツインピークスの恐ろしいところだ。恐ろしいところ？真相に近づくのは良いことじゃないの？普通のミステリーならそうだろうな。だが、ツインピークスで真実に近づくということは、この街に救う根源的な闇、つまり単なる人間犯罪を超えた超常的な邪悪な存在に触れることを意味するんだ。クーパーが確信に迫るにつれて、その闇が反撃するかのように、事態は好転するどころか、ますます混迷し、悪化していくんだ。事態が悪化するって、どういうこと？捜査が振り出しに戻っちゃうとか？それだけじゃない。真実に近づくことが、新たな危険を引き寄せるんだ。物語終盤では、ローラの父親であるリーランド・パーマーの精神状態が、娘の死をきっかけにさらに深く崩壊していく様子が描かれる。彼の異常な言動や、時に見せる表変ぶりが、この事件における彼の立ち位置の重要性、そして悲劇のさらなる深さを強烈に示唆するんだ。また、街の権力争いや、住人たちの個人的な争いも激化し、それぞれの秘密が絡み合って、事件の全体像を一層見えにくくする。リーランドさんがさらに、見てるのが辛くなりそうね。他の人たちの問題も、結局はローラさんの事件と繋がっているのかしら。すべてが有機的に繋がっているのがツインピークスだ。そして、この事態の悪化と混迷の頂点として描かれるのが、シーズン1のラストシーンだ。クーパー捜査官は、彼が泊まっているグレートノーザンホテルの部屋で、事件に関する重要な手がかりを得て、ダイアンへのメッセージを吹き込んでいる。まさに、謎が解けかかっている。あるいは少なくとも大きな前進があったかに見える瞬間だ。そこで犯人が名乗り出るとか？いや、全く違う。その時、部屋のドアがノックされる。クーパーが誰だと尋ねる声に、応答はない。再びノック。クーパーがドアを開けた瞬間、背後から何者かに銃撃されるんだ。クーパー捜査官が撃たれたの？犯人に？そうだ。彼はその場で倒れ込み、視界が霞んでいく中で、最後に見たのは、部屋に入ってきた銃撃犯の姿だったのか、それとも、というところで、シーズン1は幕を閉じるんだ。嘘、主人公が、シーズン最後の最後に撃たれて終わるなんて、衝撃すぎるわ。このラストシーンこそが、事態がいかに悪化したか、そしてツインピークスの闇がクーパー捜査官自身にまで直接的な脅威として迫ってきたことを強烈に示すんだ。新たな犠牲者として、クーパー自身がターゲットになったと言える。捜査は真相に近づいたかに見えたが、その代償はあまりにも大きく、物語は最大のクリフハンガーを迎えるんだ。この衝撃的な結末によって、視聴者はシーズン2への期待と不安を最大限にかき立てられることになる。クーパーが見た夢の意味、確信に迫るヒント。まさかクーパー捜査官が撃たれてシーズンが終わるなんて、本当に事態が悪化しちゃったわね。あの後、クーパー捜査官はどうなるの？そして、事件の犯人は結局誰だったの？その答えはシーズン2に持ち越されるんだが、シーズン1のクライマックスでクーパーが真実に迫ることができたのは、彼の持つ最大の武器、つまり彼が見た夢が決定的なヒントを与えてくれたからなんだ。特に、彼が何度も見たあの奇妙な赤い部屋の夢がね。赤い部屋の夢、腕をくねらせて踊る小人とか、
逆再生で話す人とかが出てくる。あの変な夢のこと？あれが、事件のヒントになっていたの？ああ、そうだ。最初は単なる奇妙な夢、あるいはこの街の異常さを示すものだと思っていたかもしれない。だが、クーパーはその夢を非常に重要視し、そこに現れるイメージや言葉を分析しようとする。そして、捜査が進み、街の住人たちの隠された顔や秘密が明らかになるにつれて、夢の中の断片が現実と恐ろしいほど符合し始めるんだ。夢の内容が、現実の事件とつながるってこと？具体的にどんな風に？例えば、夢の中でフクロウは、彼らが意図するものとは違うという言葉が登場したり、特定の人物が象徴的な形で現れたりする。また、赤い部屋の証人がローラ・パーマー殺しの犯人は、私の叔父だと発言するシーンがあるんだが、これもまた現実の人物を指し示しているように見えてくる。夢の中のセリフや、登場人物の行動、そして象徴的なアイテム、コーヒーやドーナツなどが、現実の捜査で得られた情報や、住人たちの証言と結びつくことで、パズルのピースがはまるように、事件の全体像が少しずつ見えてくるんだ。小人が言った言葉がヒントになるなんて、やっぱり普通の捜査じゃないわね。でも、その夢のおかげで、犯人につながる手がかりが見つかったってこと？そう。クーパーは夢を通していた直感やヒントをもとに、従来の捜査方法では決して到達できないような、事件の核心に迫っていくんだ。例えば、夢の中で示唆された場所や人物に注意を払うことで、新たな証拠が見つかったり、意外な関係性が明らかになったりする。あの赤い部屋の夢は、単なる抽象的なイメージではなく、ローラ・パーマーの死に関わる真実、そしてこの街に潜む超常的な悪の存在へとつながる、まさに道しるべだったんだ。夢が道しるべ。ゾクゾクするわ。でも、そんなに確信に近づけたのに、最後に撃たれてしまうなんて。まさにそれが、このドラマの突きつける現実なんだ。夢という非現実的な手段で真実に近づいたとしても、この街の闇はそれをやすやすと許さない。クーパーが夢のヒントをつなぎ合わせ、事件の真相、そしておそらくは犯人の正体、あるいは犯行の決定的な瞬間につながる何かを理解した。そのまさに直後に襲撃される。これは、真実を暴こうとする者への、ツインピークスの闇からの直接的な攻撃だと言えるだろう。夢が希望の光であると同時に、危険を呼び込むトリガーにもなったってことね。その通りだ。シーズン1のクライマックスは、クーパーの夢が単なるファンタジーではなく、事件の核心に迫るための重要なツールであったことを証明すると同時に、その真実がどれほど危険なものであるかを痛烈に示して終わる。彼の夢が示すヒントは、シーズン2で事件がどのように展開し、この街の超常的な謎がどのように深まっていくのかを予感させる、衝撃的な伏線となるんだ。衝撃のラストシーン、シーズン2への引き。クーパー捜査官が夢のおかげで事件の核心に迫れたのに、最後に撃たれてしまうなんて、本当にあのシーンは衝撃的だったわ。心臓が止まるかと思った。ああ、あのラストシーンこそ、ツインピークスという作品を語る上で決して外せない、伝説的な場面だ。シーズン1は、視聴者がローラ・パーマー殺しの犯人は誰なのか、クーパーは事件を解決できるのか、という一点に集中して見てきただろう？物語もクーパーが真実にかなり近づいたかに見える状況で終わる。そうね。あと一歩で、何か決定的なことがわかるんじゃないかって、ドキドキしながら見てたわ。まさにその後一歩の瞬間に、すべてがひっくり返されるんだ。ホテルの一室で、一日の捜査を終え、ダイアンにメッセージを吹き込んでいるクーパー。彼はどこか安堵しているように見える。事件解決への糸口をつかんだ。そんな手応えを感じているようにも見える。その時、ドアのノックがあり、彼がドアを開けた瞬間、背後から、顔の見えない何者かに発砲される。血しぶきが飛ぶスローモーションの映像と、クーパーが倒れ込むシーン、今思い出してもゾッとするわ。彼は床に倒れ、意識が朦朧としていく中で、部屋に入ってきた人物、あるいは光景を見る。それが誰だったのか、
何を見たのか、視聴者には明確には示されないまま、ぷつりと画面が暗転し、シーズン1は終わる。この衝撃的なラストシーンの何がすごいかというと、それは単に主人公が危険な目に遭う、というレベルではないんだ。どういうこと？主人公が撃たれるなんて、十分に危機的な状況じゃない。普通のドラマならそうだろう。だがツインピークスの場合、これはローラ・パーマー殺しというミステリーの解決という物語のベクトルを大きくそらす、あるいは拡張する出来事なんだ。犯人探しをしていた主人公自身が、命の危機に瀕する。これは、事件の真相が、クーパーが考えていた以上に深く、そして危険な何かに触れてしまった結果だということを強烈に示唆している。つまり、犯人は人間であると同時に、クーパーを襲うような、もっと巨大で邪悪な存在とも繋がっている。ってこと？その可能性が高い。クーパーを撃ったのが誰なのか、その正体はシーズン2の最大の焦点の一つになる。そして、それがローラ殺しの犯人と同一人物なのか、あるいはその犯人を守る存在なのか、それともこの街に潜む超常的な闇そのものなのか、謎が謎を呼び、事態は殺人事件の捜査という枠を完全に超えてしまうんだ。なるほど。単なる事件解決で終わる話じゃないのね。クーパー捜査官の安否と、彼を襲った人物の正体、そしてそれがツインピークスの根源的な謎とどう繋がるのか、シーズン2を見ずにはいられない引き付けられ方だわ。そうだ。この衝撃的なラストシーンは、視聴者に強烈な続きが見たい、という欲求を植え付ける、史上最も効果的なクリフハンガーの一つとして語り継がれている。クーパーの命は？彼を撃ったのは？そして、ツインピークスという街の、いや世界の闇は、一体どこまで深いのか？すべての謎が、シーズン2の開幕へと繋がる、完璧な引きとして機能しているんだ。総評またはまとめ。ツインピークスシーズン1、本当に面白かったわ。ローラ・パーマー殺しから始まったのに、想像もつかない展開で、ああ、まさに革新的な作品だ。単なるミステリーではなく、ホラーやコメディまで混ざり合った独特の世界観と雰囲気が最大の魅力だろう。住人たちもみんな個性的で謎めいてたし、あの夢のシーンとか、どう解釈すればいいのか引き込まれたわ。ドリームロジックは唯一無二だ。そして、忘れられないのがクーパー捜査官が撃たれる衝撃のラストシーン。あれは本当にびっくりした。シーズン2への引きが強烈だったわ。そうだ。主人公が命の危機に陥ることで、物語のスケールが一気に広がった。この作品は、その全てが組み合わさって、後の映像作品に多大な影響を与えたんだ。今見ても楽しめる傑作なのね。ああ、時代を超えている。未見なら、ぜひ一度あの奇妙で魅力的な世界を体験してみてほしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。